こんにちは、おりんです。今日はですね、ダイソーさんのリサイクルコットン 100% 極太、こちらを使ってバッグを編んでいきたいと思います。綿 100% で 40g 入りの約 40m 入っています。使用針の目安が 4.5mm から 5mm、イエローですね。はい。指定は 4.5mm からなんですけども、ちょっときっちり編みたいので 4mm、7号使っていきます。それでは作り目作っていきます。はい。私は今回37目で作り目を作ります。で、横幅が21、2センチぐらいになるように作ろうと思います。で、この横幅っていうのも縦も全部なんですけども、簡単にサイズを変えられますので、お好みで増減してみてください。はい。それでは37目編んでいきたいと思います。はい、37目編んできました。鎖編みです。それでは長編みの方が編みで編んでいきますので、鎖3目編みます。はい、1、2、3つ目はちょっと大きめにルーズに編みます。今1、2、3目編んで、一番下37の部分にこの3目がこう長編み1つ入ってるっていう感じで数えますので、今長編み1編んだことになります。で、鎖編み1で36目のところを飛ばして35目のところに長編みを入れます。123、ここでここ飛ばして7目、はい、ここです。上の半目取ってます。はい、これで長編み1スペース1長編み1っていう感じになっています。で、鎖1でこう一つ飛ばして次長編みで、鎖1で一つ飛ばして長編み12っていう感じでずっとはい編んでいきたいと思います。それでは37目のところまで編めました。1段目です。はい、では2段目編んでいきます。これ以降ずっと同じ編み方をするんですけども、鎖3で立ち上がってもう一つ編みますね。鎖4でくるんと編み地をひっくり返して、ここは飛ばしてこの長編みのところ、この上2本こちらに長編み、はい、で鎖1で長編み、はい、もう同じですねはい、はい、こういう感じでずっとここまで編んできて、四角く正方形に近くなるぐらいまで編んでいきたいなと思っています。それではこのままどんどん、同じ編み方でどんどん何段か編んでいって、好みの高さになるまで編みたいと思います。では編んでいきます。はい、それでは編んできました。12段ですね。23センチ弱ぐらい。はい。で、16.5 ぐらいですかね。はい。それではここから側面編んでいきます。はい。ここスタートです。1、2、3。鎖3でプラス、鎖1。はい。1目開けて下の段の頭のところで引っ掛けて長編み編むんですけど、このピットここにスペースがあるのでここに入れます。はい、ここです。もうちょっとへこんでるところなんですけど、ここにね入れていきます。はい、鎖1、ここですね。こう、はい、鎖1、1段に対して2目入れてる感じです。はい、鎖1、
では端まで編みます。はい、それではずっと拾ってきました。で、最後1、2、3ってあるんですけども、3つ目ですね。2、3、ここに入れます。はい、で鎖1。はい、また次は横になりました。ここを飛ばした感じなので、次ここですね。はい、この横はもう同じように取っていくんですけど、ちょっと救急車ごめんなさいはい、普通に鎖1で下と同じ要領でここ飛ばしてここ、はい、鎖1でここっていう感じで、ここは分かりやすいと思うのでそのまま取っていきたいと思います。それでは最後の目ですね。ここ穴あるんでここに通します。はい、でまた鎖1で次の部分ですね。ここを飛ばしてここに入れる、ここを飛ばしてここに入れるっていう感じで編んでいきます。ここを飛ばしてここなので、ここはどこに入れようかとこの辺で入れていこうと思います。はい、どこに編むかっていうのはもう勝手に決めていますなので、ここがいいかなって思ったらもうそこばっかり編むみたいな感じで編んでます。はい、こんな感じで編んでいきます。はい、それでは編めましたので鎖1しています。では、鎖3つ目ですね。1、2、3と3つ目ですね。はい、鎖1、この辺も今ここ取ったんでここですね。次この頭、ここが一番わかりやすいかな。ここ取ります。鎖1、はい、鎖1、ここスキップしてここ、はい、はい、ここまで編みます。はい、それではここが最後の目なんですけども、これの1個手前まで編めました。鎖3個目の一番上のところにフックを入れて、持ってきます。よいしょ。はい、キュッと、はい、こんな感じでつなげるんですけども、ここでその同じところに通して糸を持ってきます。はい、ピーッと、はい、ちょっとここね後で通すんですけど持ってきます。長めに出してここを押さえてくるんと回します。はい、でここを通しますね。はい、で2本通して2本通します。はい、で鎖1でこの長編みの上に長編みで鎖1で飛ばして鎖のとこ飛ばして長編みのところ、ここに長編みっていうのをずっと繰り返していって好みの高さになるまで編んでいきたいと思います。はい、それでは15段編んできました。高さは20センチぐらい、19センチかな、20センチか19センチぐらいになっています。はい、それではここから持ち手を編んでいきたいと思います。はい、ここが1目目になってるんですけども、ここから33目のところ、それから53目のところ、93目のところ、113目のところにマーカーをしています。ここから持ち手をビヤーっと編んでいこうと思っていまして、
それではね、1目目のこの立ち上がり編んだところから、33目までね普通に方眼編みを編んでいきたいと思います。はい、では普通に編んでいきます。はい、ではここから、持ち手の鎖編みを編んでいきます。123という感じでちょっと緩めに編むんですけども、私は41目編もうと思います。43目でもいいか、41目ぐらい編もうと思います。で、お好みで増減していただけるんですが、奇数で作り目を作っていただいて、では41目編んでここにつなげる前まで編んでいきたいと思います。それでは41目編んできまして、ちょっとくるくるなってないか見まして、このマーカーした53目のところに長編みでつなげていきます。はい、長編み、はいですね。でまた鎖1で飛ばして、方眼編み続けていってですね、こちらが93目から113目まで41目鎖編みを編んでつなげてからピーッと編んで、ここら辺まで編んでいきたいと思います。はい、それでは鎖編みの段を終わって次の段17段目33目編みまして、ここが長編み最後なんですけども、それの1個手前の長編みの上編んだところです。鎖編みはまだしてない状態なんですけども、ここでこう斜めにしたいんですね。なのでここは鎖をせずに次の長編みのところに、長編みを入れます。はい、ここで長編み入れます。はい、鎖してません。はい、で次ここを拾うんですけども、この1個目の鎖、これは、拾わずに次の目、こちら2個目を拾います。ですがここも鎖編みをしません。引っ掛けて長編みをここに入れます。はい、これでちょっとこう上がっていく感じに持ち手がなりますので、この入る箇所とこの出る箇所同じように編みます。でここからは普通の方眼編みを編みます。はい、でですね、ここは鎖1ですね。1なんですけども、この下の鎖、ここちょっとゆったりめに私編んでるんで、この鎖もちょっとゆったりめに編みます。そうじゃないとちょっとたるんだりします。で1個飛ばして長編みをこの鎖編みに入れます。2本取ってますね。の好みです。はい、こんな感じでちょっと間の鎖は緩めに編んで、で1個飛ばして長編みを編む。おお元気ですね。はい、こんな感じで、こういう感じでここまで編んでいきたいと思います。はい、それでは鎖に方眼編みを入れてきまして、本体にも戻る部分なんですけども、今ここに長編みが1個入っていて、その横に鎖編みが1個ある状態で、その次が長編み、本体の長編みって感じなんですけども、この最後の鎖編みを飛ばして長編みに長編みを入れて、次の鎖を飛ばしてここの長編みにつなげていくっていう、さっきと同じような感じにします。で長編みが終わった後鎖をせずにそのまま本体に長編みを入れます。はい、でここも鎖編みをせずに鎖を1個飛ばしてこの本体にその横の長編みに長編みを入れます。はい、これでこことここと同じ編み方になっていますので、こういう感じでこう根元の鎖を1個ずつ飛ばしてて、ここに鎖を入れないっていう感じでキュッとなってます。はい、
では同じように裏側も編んでいきます。はい、それでは持ち手が1段編めました。2段にしてもいいんですけども、1段で私は終わりにします。はい、それでは最終引き抜き編みを1周ぐるっと編みまして、でこの内側もぐるっと1周編んで終了とします。はい、では糸を奥から針を入れています。はい、糸を同じところに入れまして、針を入れて、糸持ってきます。で通します。でこう持ってきます。ちょっと糸割れしました。はい、ちょっとキュッとしたいんですけども、ここから、引き抜き編みをしていきます。根元はちょっと入れないで、その次から入れていきます。鎖編みをしている部分はもうこうダイレクトに入れて持ってくることにします。はい、長編みの上は引き抜き、鎖のところに引き抜き、長編みを引き抜き、こういう感じで一周ぐるっと、この持ち手の部分も同じように引き抜きしていきます。はい、それでは一周ぐるっと引き抜き編みをしてきましたので、これで本体、これでちょっとカットします。これをスーッと抜いて、最初の目、ここですね、ここから持ってきて、とじ針でもいいんですけど、とじ針が入るかな。通りましたね。で、ここの出てきてたところ、ここに戻ってこの穴に入れて、こうですね。でつなげます。こんな感じ、ちょっと出てますけど、これで裏に糸始末します。それでは次は最後です。この内側も引き抜き編みもしていきます。この辺ちょっとこれ出てるのでこの辺に針を通して、フックを通してですね、持ってきてピッとします。はい、でこの根元から引き抜き編みをぐるっと一周行います。でさっきと同じですね。鎖編みの時は普通にガバッと、で長編みの上は頭ガバッと、で頭っていう感じで両方ね、こっちとこっち両方引き抜いていきます。内側になったんですけど、ちょっと分かりづらいので適当に取っているんですけどもここ取ってます。1本引き抜きで鎖、ここ引き抜き鎖、こうって感じで、はい、こういう感じになりますんで、このまま取っていきます。はい、それでは完成しました。こういう感じでとってもシンプルなバッグに仕上がりました。はい、ここにずっと引き抜き編みをして、ここも押したので結構かっちりしています。1段しか編んでませんけどはい、こんな感じで大きさは自由に変えていただけますし、持ち手の長さも自由に変えていただけますので、お好みでアレンジしてみてください。はい、では、最後に全体図をお見せして終わりにしたいと思います。サイズの方は横に表記させていただきます。よかったら編んでみてください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方ポチッと押していただけますと励みになりますのでよろしくお願いします。それではおりんでした。さよなら。